皆さんこんにちは。あずきニットです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、リボンの上のこの部分から編んでいきます。2本取りで編んでいきます。ここから1目2目と数えていきまして、鎖編みで作り目を作っていきたいと思います。全部で鎖目は93目を編んでいきました。この部分を今編んでいるところです。この後ここからシェル模様に入っていきたいと思います。1目鎖編みを編みます。立ち上がりの目です。そうしましたら裏山のポコポコしたところ1目2目2目目のところに針を入れまして細編みを編んでいきます。はい、1目飛ばしたところに長編みを編んでいきたいと思います。かけて2本取ってかけて2本取ります。同じ場所にまた長編みを編み入れていきます。糸を2本ループ取り1目鎖を編みましたらまた同じところに長編みを編んでいきます。2本ずつ引っ張っていくのがポイントです。2本ずつです。ただいまはこの部分を編んでいます。続きまして隣の裏山を飛ばしましてこの部分に細編みを編んでいきます。はい、この一つが一模様になります。一目飛ばした裏山に長編みを2つ編んでいきます。その後鎖目を1目編み同じところに長編みを2目編みました。これで2模様出来上がりました。続きまして3模様目を編んでみたいと思います。細編みを編みまして長編みを2目同じところに長編みを編みまして鎖を編み長編みを2目編みました。このような編み方で4模様目も編んでいきました。模様の数は全部で23個編みます。画像の方は同じ作業ですのでちょっと飛ばしてみます。23模様があるかを確認したいと思います。1,2,3,4,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23模様ありました。最後はですね、細編みをします。1目飛ばした裏山に細編みをしまして立ち上がり5目の鎖目を編みましたら裏に返します。長編みと長編みの間の鎖の下のところに針をスポッと入れまして細編みをしていきます。その後は鎖を5目編んでいき隣の隙間の空いたようなところ
に針を入れまして、ここですね、この部分に針を入れて細編みを編んでいきたいと思います。この目の中ではなくて隙間っぽいところに編むことを側に編むって言います。この段は鎖5目と側に編む細編みで編んでいきました。で、この段2段目の最後の部分になります。最後の山のこのセル模様の中に細編みを編みましたら2目鎖を編み、最後は長編みで終わりたいと思います。はい。で、3段目に行きます。1目立ち上がりまして、裏に返しましたら細編みをします。5目鎖を編みまして、この段はネット編みにするのですが、この部分から増し目をしていきたいと思います。鎖5目を編みましたら、同じところに細編みを編んでいきます。こうすることでネットが1つ前の段よりも増えていきます。増やしたところは分かりやすいようにこのように印をつけていくといいと思います。隣のネットにも同じように鎖を5目編んで細編みをしていきます。ネットが3模様出来上がりましたら増し目です。同じ部分に細編みを編んでいきます。はい、こうすることで増し目されていきます。増し目した部分は分かりやすいように印を入れていくとよろしいかと思います。続きまして鎖5目を編んで細編みです。ネットが2つ、3つ出来上がりました。はい、3つ出来上がりましたらこの部分でまた増し目をしたいと思います。同じところに細編みを編んで模様が1つ増えました。このような編み方で模様を増やしていきました。最後は割って編みまして、この3段目は終わりたいと思います。この3段目のところは3つネットを間に挟みまして増し目をいたしました。7段目の方は4つのネットを間に挟みまして増し目をしていきました。9段目の最後です。鎖を割って細編みをします。鎖5目を編みましたら裏に返しまして細編みです。鎖5目を編んで細編みを続けていきます。10段目最後も2目鎖を編みましたら長編みを編んでこの段を終わります。11段目最後の段です。1目立ち上がりましたら裏に返しまして細編みをします。ここはフリンジを編み入れていく段です。3目編みましたら裏山に印を入れておきます。3目目の裏山に印を入れておきます。ここから立ち上がり3目立ち上がりまして未完成の中長編みを3回編んでいきます。この最後引き抜くところは1本前のところで出してもう一度かけて引き抜くのが特徴です。これが変わり中長編みの
玉編みの特徴になります。3目鎖を編みましたら細編みを編みます。これでフリンジ1つが出来上がりました。続けまして鎖3目を編みまして、鎖3目目の裏山のところに印を入れておきます。ここから立ち上がり3目を編みます。そして未完成の中長編みを3回編んでいきます。かけて入れて引っ張ってストップを3回繰り返します。この後は1本手前まで引き抜いて、もう一度糸をかけて引き抜きます。引き抜きます。3目鎖を編みましたら細編みです。これでフリンジ2つが完成しました。このような編み方で続けてフリンジの方を編んでいきます。フリンジの数は全部で39個ありました。最後は、糸を割って細編みをし、鎖を編み、同じところに細編みをしていきました。巻いたての細編みは全部で18目編んでみました。はい、この後は糸始末をします。とじ針に糸を入れまして、編み地の裏側に返します。2、3センチ編み入れていきましたら、ハサミで切ります。はい、襟元側の編み方に行きたいと思います。2段で完成する地編みにしますので、裏側を見て編み始めていきます。ここから鎖編みを4目編んでいきます。1目飛ばした隣に長編みを編んでいきます。1目編んで長編みです。長編み1目と鎖目1目の方眼編みにしてみました。方眼編みは全部で46個編んでみました。立ち上がり1目編みまして、裏に返し足元に細編みを編みます。もう一つ隣に細編みを編みましたらピコットを編んでいきます。1目細編み、2目細編み、3目細編み、4目細編みを編みましたらピコット編みです。3目鎖を編んでハの字のところ、カタカナのハの字のようなところに針を入れましてかけて引き抜きます。また同じように細編みを1目、2目、3目、4目編みましたら鎖目を3目編んで
カタカナのハの字のようなところに針を入れてかけて引き抜きます。このような編み方でピコット編みを編んでいきました。ピコットの数は全部で23個ありました。リボンは1メーターあれば十分だと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方よろしくお願いします。あずきニットでした。